高さがすごいですね。4階建てプラス屋上。この高さはフレンズ史上最高じゃないですかね。ハートレイクシティの市長さんです。なんとこの女性。今回ご紹介するのは2023年6月発売レゴフレンズコミュニティセンター41748番です。レゴフレンズのリニューアルから今回で2回目の新商品発売になります。今回6月に同時発売されたのは全部で13セット。中でも一番ピース数が多いのがこのコミュニティセンターになります。昨年までフレンズは他のテーマと比べてあまり大きなセットは出ていなかったんですよね。対象年齢を見てもほとんどのセットが6歳以上向けで大きなものでも8歳以上向けになっていました。それが今年のアニメーションのリニューアルに伴って1月発売のお花屋さんとデザインスタジオ41732番が2000ピース超えで12歳以上対象。今回最大のコミュニティセンターは1500ピース超えで9歳以上対象になっています。これまでは組み立てに関して物足りなくなっていた小学校中学年以上のお子様には乗り物、お城、戦いといったいかついテーマになってしまっていました。可愛い系のレゴが好きだけどもっと難しいビルドに挑戦したいというお子様にとってフレンズの世界観はそのままに大きいビルドに挑戦できるのは嬉しいことですね。フレンズの歴史が長くなってきて小さい頃からフレンズに親しんできた子供たちが大きくなってきているのでこのような傾向は当然であるように思います。それでは早速セットの内容を詳しく見ていきたいと思います。セット内容はパーツの袋が11袋、それとは別にプレートや大きなパーツがまとめて入った袋が2袋、ステッカー1枚、説明書4冊です。内容物だけを見てもセットの規模の大きさが伺えますね。今回の付属品はミニフィグが6体と動物が1体だけですね。建物から独立した付属品はありませんでした。ミニフィグはフレンズから5人、そしてハートレイクシティの市長さん、そしてノバの飼い犬のピクルです。一つずつ見ていきましょう。まずはペイズリーです。今回トップスが初登場です。ノースリーブのシャツなのかベストなのか、インには白い T シャツが見えます。何か植物っぽい、いわゆる北欧風の模様に見えます。後ろにも同じパターンが続いていますが、これ何かベルトのバックルなんでしょうかね。ウエストの部分を絞ってダーツのように見せられる仕様なのかな。ボトムは今年に入ってから登場しているベルボトムのような裾が広がったシルエットのパンツです。ペイズリーは他のセットのいくつかでもこのボトムを履いているみたいです。ラベンダー色の靴が見えています。続いてのミニフィグはリアン。お洋服が共にリアン専用で初登場。今のところこのセットのみで見られるものです。トップスは見頃が白、袖がダークブルーの T シャツ、ゲームコントローラーや音符、植物の葉っぱ、レモンなどの絵柄が見えます。ボトムについては形は昔からあるプリーツスカートで色違いの新パーツですね。白い靴下に赤いスケッチのようなものが見えるのが特徴的ですかね。続いてノバ。彼女もお洋服が共に初登場です。トップスはこのセットのみに封入。ベースは紫でプリントがメタリックカラーになっていますね。絵柄は UFO かな。宇宙人が降りてくる時のサーチライトみたいなものが出ていますね。ウエストの部分が気になっていてちらりとまくれたようになっているんですが、下に見えているのがこれベルトなのかな。ボトムも初登場です。この度同時発売の数セットに入りました。形はおなじみのショートパンツです。パンツがイエローウィッシュグリーン、靴がブライトライトイエローかなのビーチサンダルになっています。共にパステルな色合いで足元のサンダルも相まって夏にぴったりの服装ですね。ノバの愛犬のピクルもついています。ピクルも普段通りの装いですね。ハーネスがバイブラントイエロー、タイヤがダークターコイズです。続いてザック。ザックは表情違いのお顔が存在していまして、前回私が購入したノバの部屋41755番に入っていたのは違う表情の方だったので、このパーツは今回初めて紹介します。よく見ないとわからないぐらいの違いなんですが、今回入っていたこちらがザックの基本の表情だと思われます。トップスが今回初登場、青ベースのタンクトップですね。スポーツが好きで元気なザックにはタンクトップがよく似合いますね。プリントなんですが何か黄色いインクが飛び散っていてロゴのようなものも見えますね。これはハートレイクシティでいつも見られる謎の言語の文字だと思われます。現実世界のどの言語にも似ないように配慮されていますね。ボトムは1月のセットにも入っていたものでザックの普段着のうちの一つです。前回もお伝えしていますがザックはこの七分丈のカーゴパンツが基本のスタイルで色違いがたく
さん出ています。続いてオリー。おしゃれなオリーのトップスが今回初登場。しかもこのセットのみで見られます。お気づきでしょうか？この T シャツはリアンが着ていたものとお揃い、色違いですよね。リアンはダークブルーでしたが、オリーはピンク、ダークピンクです。ボトムは彼の普段着。同じタイプのパンツを色違いで持っています。前回レオの部屋41754番でも紹介した通りです。最後のミニフィグがこちら。ハートレイクシティの市長さんです。コミュニティセンターのオープンに合わせて訪れているようですね。金髪の女性でブルーのスーツをかっこよく着こなしています。気づきでしょうか？なんとこの女性、ステファニーなんです。オータムのママでもあるミアンに続いて Q フレンズのメンバーが大人になって登場です。ステファニーは高校生の当時から生徒会長を目指しているなど、フレンズの中でもリーダー的存在だったので、市長になっているという設定は納得ですね。高校生の時はつい熱くなって暴走するようなところがあったので、市長としてそれが発揮されてないといいなと思いますね。自然あふれる田舎で動物を育てながら育児をするミアと、都市部で市長として奔走するキャリアウーマンのステファニー、それぞれのキャラクターがよく現れた後日談になっていて、Q フレンズのファンにとっても嬉しいですね。パーツについてですが、大人の女性になったお顔がこの度新しく作られました。もちろん固有パーツ、このセットのみで手に入ります。髪の毛は当時と同じ金髪でポニーテールにしています。こちらはシティなどでもよく見られる定番の髪型ですね。今回センターのオープニングセレモニーのためにカチッと決めているスーツは初登場の固有パーツです。いよいよセンターの建物を見ていきましょう。ちょっとね、完成品が大きすぎて、いつも撮影に使っているライティングボックスっていうかね、いつも白い幕の箱の中で撮ってるんですが、まあ入らないですよね。公式データによると高さは41センチ、幅23センチ、奥行き28センチとのことです。幅はそこまでではないんですが、今回高さがすごいですね。4階建てプラス屋上。この高さはフレンズ史上最高じゃないですかね。各フロアの壁が青系統から赤系統までグラデーションに色が変えてあります。4階部分の壁に使われているこのピンク色が綺麗な色だなと思ったんですよね。あまり見かけない色だなと思って調べてみたら意外でした。こちらです。ペイズリーとかオータム、つまり白人の肌の色としておなじみの色でした。こうしてブロックとして見るとなんだか違う色に見えますよね。近づけて比べてみると確かに同じ色です。日本だと桜色とか言われる色のイメージに近い気がします。各フロアには窓や日差しなどの装飾がそれぞれありますが、作り方がフロアごとにそれぞれ変えてあって、いろんな表現の仕方が勉強になりますね。レンガやタイルのボコボコとした立体感の表現の仕方もとても参考になります。このように2面が壁になっていて、裏から見ると逆の2面は開口部、お部屋の中が見られるようになっています。今回の建物はモジュール構造といって、すべてのフロアが同じ床の形に統一されています。レゴの建物にはよく採用されている仕組みです。各フロアの天井と床の間はタイルパーツを使って最低限のポッチだけで接続するようになっているので、簡単に外すことができまして、順番を変えたりして組み直して遊べるようになっています。お人形遊びのようにして遊ぶ際にも、各フロアの中に手を入れて遊ぶのはやりづらいので、それぞれ分解して横並びにして遊ぶのも良いかと思います。さらにお部屋は真四角ではなく L 字のようになっています。裏側のコーナーが切り欠きになっているんですね。このお部屋の形のおかげで各フロアの天井のプレートがごく少なくて済んでるんですね。これがもし真四角だと、この天井だけでは上のフロアを支えきれず、もっと大きな天井パーツにしないといけなくなるので、フロアに分解して遊ぶ際に邪魔になりますよね。ただ今回のセットに関しては、外したものを横並びにした際に何か接続できるようなギミックがあるわけではないので、ただただ横に並べておくだけにはなります。それぞれの壁もこのように直角に交わる2面に壁がある構造なので、並べておくにしても壁が邪魔してすっきりとは並べづらいかもしれません。ちなみに今回新しい試みとして、同時発売のコミュニティキッチン41747番も同じモジュールで作られているので、合わせて購入するとそれぞれ相互に組み合わせたり、全部を合わせて超巨大な建物にして遊ぶことができます。それから接続することにこだわらなければ、前回動画でもご紹介している1月発売の4つのお部屋が一緒に並べて遊ぶのに相性がいいなと思っています。
コミュニティセンターと4つのお部屋を並べるとこんな感じ。かなり大きな街として見栄えがしますよね。それでは続いて1階部分の外、外構部分を見ていきます。壁のある2面にそれぞれ6ポッチずつ張り出すような形で歩道といいますか、ブロック、タイル張りの通路があります。1×2 のラウンドタイル、陸上のトラックのような形。この形を中心に色は全部で4色。うまく調和したおしゃれなタイル張りになっています。なんとなくヨーロッパの気配が感じられますね。そういえば建物自体もその雰囲気がありました。こちらには赤い葉っぱが印象的な街路樹が植えられています。枝パーツ大小2種類も葉っぱパーツもよくあるものですが、それぞれマゼンタとレッドで色が珍しいですよね。枝パーツを留めるためにも使われているこちらのバーがついた葉っぱパーツも最近よく見かけるものですが、こちらはダークレッド、とても綺麗な色で使いどころがありそうです。レッドとダークレッドはともかく、こちらのマゼンタがね、とても自然の色とは思えないはっきりした色なので、植物に使われているのにびっくりしたんですが、組み立ててみるとこれがマッチしていて意外な発見でした。こちらには小鳥、さらにこちらの枝にはタイヤのブランコがあります。よく動物園でパンダが遊んでるやつですね。コミュニティセンターということで子供たちが訪れることも多いと思われますので、こういった遊具で遊べるようになっているのかもしれませんね。ミニフィグを乗せて遊ばせたいですが、チェーンやタイヤを掴むことができないので、固定するのは難しいですね。この街路樹の幹の作りはテクニックの接続パーツ、ピンパーツをふんだんに使って地道に伸ばしていくような組み方です。角度のついたコネクタも入っていまして、色もダークタンでこういった自然のものにも工学的なものにもマッチする色なので使いやすいパーツかもしれません。木の根元の部分、この茶色いパーツ、このパーツが面白いです。通常の丸いピンと十字のピンをそれぞれ刺すところがあって、合計5本刺せるいかついパーツですね。フレンズではもちろん初登場です。通路部分にはベンチもあります。背もたれに落書きがされたような部分はタイルパーツにステッカーで表現されています。反対側の通路にはこの豪華な街灯があります。上についているランプ部分はたくさんのパーツを組み合わせたかなり大きいものになっています。そして中世のお城にありそうなこちらの旗を通すためのこちらのバーは先に装飾がついている嬉しいパーツです。悪魔の武器みたいなね。旗の模様はステッカーです。それではいよいよ建物に入っていきましょう。こちらが入り口ですが、早速見どころがあります。こちらの赤いパーツ。よく乗り物のドアに使われているパーツですが、こちらはこんな風にいわゆるテープカットをしている様子が表現されています。ステファニー市長の持ち物としてハサミもついていますよ。コミュニティセンターは今日がオープンの日だったんですね。入り口の大きめのひさしはドーム状に丸くなった可愛らしい屋根です。つい最近ノバの部屋で見ました。全部のフロアがそうなんですが、それぞれ同系色のグラデーションで3色くらい使って壁や窓が作られていまして、1階の場合だとブライトライトブルー、ミディアムアズール、ダークターコイズの3色です。レゴはパーツの色数がとても豊富なので、こういったちょっとした色の違いが楽しめていいですよね。お部屋の中はこんな感じです。1階は音楽フロアですね。豪華なステージとこちらにはキーボードが見えます。ギターをかけるスタンドもありますね。こういった公共の建物の1階がホールになっていて、ちょっとしたコンサートが行われたりするのはあるあるなんじゃないでしょうか。こちらのステージには簡単な照明らしきものもありますね。スタンドマイクがあって、ステージ真ん中のオレンジの部分はこのようにギアを利用して回すことができます。ステージにはこの回転するものを含めて5つのポッチがありますので、一応5体のミニフィグを立たせることが可能です。かなり狭いですが、スタンドにかけられているギターは割とスタンダードなものですかね。ペイズリーがいつも持っているものに似ています。もちろんミニフィグに持たせることは可能ですが、これが結構難しいです。本当は左手で持たせたい。フレンズのミニフィグは手首が回らないので無理なんですよね。キーボードには鍵盤と楽譜のプリントパーツがしっかり使われていますよ。過去のセットではここがステッカーだったりもするので、プリントパーツが使われているのは嬉しいですね。
椅子の足の部分に最近よく見かける背の低いブロックが使われています。プレート2枚分の中途半端な高さのパーツですよ。このフロアには私一つ不満点がありまして、ここのグレーのパーツなんですけれども、外側についているひさしの出っ張った部分を支持するためにこちらのパーツが使われているわけなんですが、どうしても裏側、室内の側に灰色が見えてしまいますよね。ちょっと目立ちます。このパーツを壁の色と同じパーツにしてもらえなかったんかなと思いますね。それはそうと、このパーツ面白いですよね。普通のブロックって高さがプレート3枚分になっているんですが、その3枚分のうちの真ん中の部分が横に伸びているような形状になっています。こういうことですね。絶妙な高さの調整にも使えそうだし、今回のように飛び出している部分を作るのにも役立ちます。どんどん行きましょう。また長い動画になってしまいそうな気がします。2階はグリーンのフロア。こちらはね、動画を撮影したり、生配信をするためのスタジオみたいですね。めっちゃいい施設ですよね。YouTuber の事務所みたい。トーク動画を撮るための立派な回転椅子のコーナーです。この椅子の組み方が奇想天外でしたよ。パーツだけを見ていた時に、こちらの車のタイヤ周りに使われるおなじみのパーツがあって、あれ、今回は車は入ってないはずなんだけど、と思ったら、まさかの背もたれですよ。ここにはモンスターの角のパーツも使われています。こういうのをどうやって思いつくんでしょうかね。脱帽です。こちらの椅子は一つポッチで接続しているので、向きを変えることが可能です。椅子の前には小さめのテーブルがあって、飲み物だったり資料を置くために使われそうですね。透明プレートでガラスの天板を表現していますね。とってもおしゃれです。マグカップが2つ置かれていました。そしてブースの背景になっているのがこちらのパネルです。幾何学模様が再現されています。この三角のタイルいいですよね。レゴドッツの作品に加えても良さそうです。さらには照明とスマホを固定するスタンドがあります。それぞれクリップで作られていますので自在に動かすことができますよ。そのまま左へ目を向けますと、これね、初めなんだろうって思ったんですが、ドレッサーじゃないですか？撮影の前にお化粧直しをしたり、身だしなみを整えるための場所じゃないかと思ってます。鏡はステッカーで何かメモが貼ってありますね。台の上には3つパーツがありまして、これがお化粧道具を表現していると思います。このブルーのキラキラパーツはオパールの特殊加工がされた色です。トランスペアレントブルーオパールという色です。ラメ入りの透明パーツもあるんですが、それよりもキラキラの粒子が細かくて全体が白みがかった色になっています。さらに左へ進みますとパソコンデスクがありました。ワイドスクリーンですね。2×4 のタイルパーツです。画面はステッカーで動画編集の画面のように見えます。左がおそらくプレビュー画面でステファニー市長が映っていますね。キーボードはプリントパーツ。同じパーツで白ベースのものがありますが、黒ベースのものは初めて手にした気がします。キーボードの横にはおなじみのマウス、そしてこちらにはペンスタンドにペンが刺さっています。どちらも珍しいパーツではないんですが、このラウンドブロックにペンを刺すというのは初めて見ました。なるほどですね。そして椅子がすごいですよ。マフィアのボスの椅子かな。ターンテーブルに乗っているのでスムーズに回ります。1階の時にもちょっと思ったんですが、部屋の空白がやや多いかなという気もします。あんまりギチギチに詰まっていても遊びづらいんですけどね。ここのコーナーに何もなかったり、この辺りも床が結構見えていますよね。建物の外観の迫力の割には、部屋の中の緻密さという意味ではあまり作り込まれていないのかなという気もします。この建物の規模で作り込もうとすると、もう少しパーツ数が多くなってくるんでしょうね。2階は外側もご紹介したくて、フレームがおしゃれな窓もいいんですが、その横のこちらのハンギングバスケットです。3色のお花が寄せ植えにされていて可愛いです。そしてこちら側の壁にはツタが張ったような表現です。せっかくの立派なツタが建物を組み立てた時にはこうやって街路樹に隠れてしまうんですよ。なのでこのフロアは3階以上の高さに組むと良いかもしれません。以上が2階のスタジオでした。このフロアはお部屋の壁などはグリーン系なのに対してその他の家具などは紫から赤色で合わせてあっておしゃれ度が高いなと思いました。続いて3階、黄色のフロアです。まず目につくのがこちらの滑り台ですね。すぐ上の階から滑って降りられるようになっています。この辺りが水の色のような感じにしてあって、扉を開けて入ったところもグリルパーツで
濡れた足で出てくる場所のような感じもして、唐突にここにプールがあるのも変な気がするので、ドライ滑り台のように思うんですが、レゴフレンズで滑り台といえばウォーターパークにあることが多いので、そのように思ってしまうだけかな。ともかくこの枠の部分には飲み物とデザートがありますね。このグラスの表現はもうおなじみかな。扉が観音開きの大きな出入り口、いいですね。1階のエントランスもそうでしたが、壁と色を合わせたノブがついていますね。滑り台からもわかるように、このフロアは遊びフロア、休憩室、交流室みたいな感じかな。私が子供の頃、コミュニティセンター、当時の呼び方では日本語で公民館と言ってたんですけど、靴を脱いで上がれる畳のコーナーがあって、そこに漫画がたくさん置いてあってよく読みに行ってましたね。ちょっと古くて黄ばんでて、セーラームーンとかドラゴンボールとかそういう当時連載中の人気のやつじゃなくて、見たことないようなちょっと昔の作品があって楽しんでましたね。今時のコミュニティセンターの休憩室はやはりテレビゲームですね。大きな画面のサイドの黒い部分はもしかしてスピーカーかな？豪華な設備ですね。マリオカートだね、これは。画面はステッカー。テーブルにはコントローラーが2つ。最近はこのコントローラーが主流なんですかね。だいたいこのパーツが入っていますね。椅子も2つ揃っていますね。ちゃんと画面から距離をとって目が悪くなるといけないですからね。ディスプレイの横にあるのがゲーム機本体ですかね。透明オレンジのタイルにステッカーでスイッチだったり何か LED の表示ランプが見えます。右のコーナーにはこれはおそらくアナログゲームヒロイカと書いてありますね。調べてみたら過去にレゴのセットが発売されていたみたいですね。ブロックを組み立てた後、実際にボードゲームとして遊べるというものだったようです。今は廃盤になっているようで、ストアでは見つけられませんでした。そもそも日本では発売されなかったのかもしれません。ゲームの内容はいわゆるスゴロクのようですね。マス目が書かれたボードとコマのようなものも見えます。壁にあるポップボードと机の上のゲームボードはステッカー。コマはおなじみのスタチューパーツですね。色がシャビーなこちらの3色。このアースカラーの色味が冒険や開拓といった世界観を表しているような気がします。ポップじゃないですよね。椅子というか座布団も3つちゃんとあります。いよいよ4階ピンクのフロアです。さらに上に屋上がありまして、もちろんこの屋上とは分離できるんですが、相互に関係したギミックがいくつかあるので、とりあえず屋上を載せた状態でご紹介していきます。アーチ状の窓枠、こちらの柱状の部分、壁もレンガ調、こちらの装飾もゴージャスですよ。そしてもう一面の壁をご覧ください。こちらです。壁一面にこのようなアートが施されています。このパーツがすごいですよ。この大きさで1枚のタイルです。もちろんプリントです。すごい。実に 8×16 という巨大タイル。プレートではおなじみのサイズですけどね。タイルは珍しいし、しかもプリント。もちろんこのパーツはこのセットのために作られた専用パーツです。4階の壁のカラーとも絶妙にマッチしたアートです。こちらの端にはサインがありますよ。はい、このアートを描いたのはもちろんリアンですね。そして再び屋上を上に乗せてみると、このように壁に装飾をするためのリフトが屋上に設置されています。こうして左右に動かすこともできますし、上下にも少し動きますかね。テクニックの部品をふんだんに使いまして、動く構造を作ってあります。さてさて、壁画にも現れていた通り、4階はアートのための部屋になっています。部屋の中にはミシンや絵の具の棚、そしてイーゼルがありますね。ミシンはこれまでのフレンズでもエマ関連のセットでよく登場していたので、どこかで見たようなビルドかなと思っていたら、まさかのギミック付きでした。これは嬉しいです。こちらのギアを回すと、このように針が上下するんですね。ギミックには関係ないんですが、よく見てみると足元にはフットコントローラーがあって細かいこだわりですね。お部屋のコーナーに意味ありげに置かれているこちらの黄緑色のものはおそらく布ですね。スペースもあるので、もう少し何色かの布が置かれていてもいいのになぁなどと少し贅沢な望みを思いましたが、こちらのチェストにはラウンドパーツがあります。これはおそらく糸巻きかなと思っています。ミシンに今黄緑の糸がセットされていますが、こちらの色に変更して縫うことができるのだと思います。シェルフには絵の具の瓶があって、イーゼルでは T シャツのデザインをしているんですね。アパレルのデザインといえば
オリーが得意ですよね。リアンとオリーが着ていた色違いの T シャツと無関係ではないですよね。こちらの T シャツのデザインはステッカーです。このタイルを並べた T シャツの表現が地味に可愛いですね。パレットに出した絵の具と F でもセットされています。いよいよ残すは屋上ですね。先ほど紹介したリフトがほとんどの場所を占めているんですが、屋上菜園になっています。これめちゃめちゃ可愛いんですよ。ビニールハウスになっていまして、中ではトマトとイチゴを育てていますね。このトマトの表現が気に入りました。この枝分かれしたパーツでうまく表現していますね。実の部分になっているのもよく見かけるボールなんですが、それを組み合わせるだけで枝になっているトマトにしか見えないです。足元にはおなじみのイチゴプリントのタイルがあって、タイルの鉢が飛んできていますね。お隣には植木鉢なのかな、ドラム缶みたいなものにも見えるんですが、この黄緑のパーツが変わった形です。ブロック2つ分の高さなんですが、上半分はこのように空洞になっています。半分の深さのところにポッチが付けられるようになっています。使いどころがいろいろありそうです。中には土かな、茶色いパーツとオリーブグリーンの葉っぱ、そしてテントウムシのタイルがあります。それでなぜかここに茶色が1ポッチ落ちているんですよね。土がこぼれたのかな。こういう意味ありげなパーツがたまにあるんですよね。そしてこちらの樽ですね。突然の海賊感。でも樽の色がラベンダーで、その辺がフレンズっぽさを守ってますね。これはまさしくウォータータンクでして、蛇口もついていますね。そしてじょうろが置いてありますので、ここで水を汲んで畑に水やりをするわけですね。以上、とても大きなセット、レゴフレンズコミュニティセンター41748番をご紹介していきました。個人的に建物自体は最高に良かった。壁の色がレインボーカラーになっているのもいいし、それぞれのフロアの中でグラデーションカラーになっているのも色のニュアンスがとても綺麗でした。フレンズでは珍しくなっているモジュール構造になっているのも今後もどんどん採用してほしい仕様だと思っています。一方で建物の中、内装や家具という面でもう一押し欲しかったかなという気がしています。そして何といってもステファニー市長の登場が嬉しいですね。旧フレンズからは1月発売で登場したミアに続き2人目の登場。あとの3人もいずれ登場するんでしょうか。設定として何年後なのかな。オータムの年齢を考えると少なくとも16、7年、20年くらい後と思えばいいかな。それぞれ自立した大人になって社会的にも地位を確立しているだろうと考えると、オリビアは宇宙に行ったかなとか、アンドレアは歌い続けているのは間違いなさそうだけど、どういった立場で歌っているかな。エマに関してはイーさんとどうなったかなってところが気になります。セットには直接関係のないことですが、近年レゴの相場が上がり続けているのが気になりますね。やはり円安の関係もあるとは思います。レゴは輸入品ですからね。それにしてもパーツ数やビルドの規模感でなんとなくイメージした価格から 1.5 倍くらいする時があって、正直買いしぶりに影響してしまっていますね。レゴは今後ますます高級品のおもちゃになっていってしまうのでしょうか。非常に厳しいです。とはいえフレンズは新しい物語が始まってこれから盛り上がっていく予感もしますね。アニメの新シリーズにも期待しつつ、次回はクリスマス前の恒例アドベントカレンダーの発売が決まっているようです。新メンバーでは初のアドベントカレンダーということで、こちらも楽しみに待ちたいと思います。本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。他のレゴフレンズのセットについてもプレイリストにまとめています。レゴブロックの他には3歳から10歳くらいまでのお子様を持つ親御様を対象にボードゲーム、カードゲームなどの知育玩具の紹介もしています。チャンネル登録をしてぜひお楽しみください。それではまた。